ザ・ミラクルスマイルフォレストミラスフォへようこそ。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。世界中からご視聴くださいましていつも本当にありがとうございます。ミラスフォの直子です。今回は自由と秩序、縦と横の宇宙の法則というテーマでお話をさせていただきます。前回のトーク動画で意識の領域についてお話をさせていただいたわけなんですけれども、低い意識状態にいる時に無理やりポジティブになろうと頑張ってしまうと、焦りや不安を逆に増長させてしまう原因にもなってしまうので、その対処法についても今回はお話をさせていただきたいなと思います。先日 YouTube でこういったコメントをいただきました。コロナで仕事が深刻な状態になってきて、だんだん眠れなくなって生き続けるのが辛くなってきています。ポジティブに考えるたびに打ちのめされてしまう、絶対大丈夫と思うのに現実に打ちのめされてしまう、現実というようなねコメントをいただきました。ありがとうございます。私はこの方にお返事をさせていただいたわけなんですが、その内容をちょっとここでシェアさせていただきますね。まず現実的に頭の中を整理していってください。今ある現状を書き出してみてください。家賃を払わないといけない、客が来ない、すべて書き出す。そして変える部分はないか、やり方を変えてできる方法はないか。例えば Zoom を使ってセルフケアのやり方を個人セッションで教えるでもいいし、今までのやり方では通用しないのであれば頭を切り替えてできることを書き出してみてください。自分が積み上げてきた経験を違う形でも活かせるはずです。移動するべきなら移動する、やり方を変える、自分の我でやり通そうとしない、見えない力の働きで必ず方法が人を介してだったり直感で入ってくると信じてくださいというふうに、お答えしました。その後また返信が来まして、温かな言葉をありがとうございます。アドバイスくださったように形を変えてでも残るやり方に変えて嵐が過ぎ去るのを待ちますというね、コメントをいただきました。ありがとうございました。今ですね、やっぱりこういった世の中の状況の中で、厳しい現状に、直面している方もいらっしゃるのではないかと思います。そして、どうすればそういった現状から抜け出すことができて、無理してね無理やり意識を上げるとかそういうのではなくて、自然な形で、意識を上げていく方法はないのかということで、その方法をですねちょっとシェアしたいなと思います。恐れとか不安とか怒りとか、そういう低い波動の状態にいる時っていうのはもちろん誰でもあると思うんですよね。毎日の中でも私たちの感情っていうのはアップエンダウンしているので、その中でですねやっぱりどの思考を常に、思っているか、どの思考をいつも焦点を当てているかっていうことによって私たちの見えてくる現実っていうのがどんどん変わっていってしまうと、これはエイブラハム・ヒックスも言っていますけれども、私たちの意識を向ける方向に現実が流れていく。低い意識の状態にいるときはそれがある意味摩擦になるわけなんですけれども、それが原動力となって大きく飛躍できたりとかもしますので、その経験を生かすことによって、意識の高い、現実をクリエイトすることができるんですけれども、そのやっぱり恐れとかネガティブとか不安とかっていう状況にずっと居続けてしまって、それが習慣化されて、もう言葉だったり思考だったり行動だったりっていうのがそのループの中でぐる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 回ってしまうと、それがあなたの人生となり生き方となってしまうので、やっぱりその中にずっといるのは大変なことだししんどいことだと思うんですね。できるだけ本当にその意識状態よりも穏やかでリラックスして安心して喜びと感謝と、そういうふうなね、分かち合ったり思いやりを持ったり
本当に心がふわっと温かくなるような、そういった毎日を過ごしたいって誰もが思うと思うんですよね。なのでそういうふうな状況になるためにまずできることは何かっていうことを、やっぱり自分の心と向き合って、一つ一つ整理していくことで、徐々にいろんなことがクリアになってきて、何をすればいいのかが見えてくると思うんですよね。なのでそういうふうにやる気が湧かなかったり、不安や恐れの状況の中にいるっていう場合は、まずはちょっと心と体を休めてあげるっていうことをしてください。そしてちょっと気持ち的に、前向きに取り組めるような状況になったらでいいので、紙に書き出してみる。頭の中を整理して具体的に行動に移していくうちにだんだん道が見えてきます。闇の中にいると真っ暗で何も見えないから、どこへ向かっていけばいいのか分からなくなりますが、キャンドルを灯すだけで全体に何があるのか、何が起こっているのかが見えてきて、行くべき方向が分かりますよね。このキャンドルの火を灯すという部分が自分の心に火を灯すということなんですよね。それはどういうことかというと、闇の中であったとしても、そういうふうな現状、そういう低い意識の状態に自分がもしいたとしても、自分の心の声に耳を傾けるということ、紙にとりあえず自分の今の現状を書き出してみて、自分は今どういう状況にいるのか、そして自分はどうしたいのか、どこに向かいたいのかっていうことを、書いているうちに漠然とした気持ちがだんだん見えてきて、やる気が起こらなかった状態から徐々にですね、抜け出るきっかけになると思うんですよね。で、低い波動を体験したからこそ見える景色もあるので、低い波動にいることが悪いというわけではないんですよね。ただ本当に無理やり意識を上げる必要はないと思います。波動を上げないといけない、魂の筋トレをしないといけない、ねばならないになると、不安と恐れを逆に増長させてしまったり、ストレスを抱え込んでしまう原因になってしまうので、できることをご自分のペースでやっていくことが一番大切かなと思います。で、今回特にお話ししたいテーマなんですけど、この自由と秩序、縦と横の宇宙の法則というお話をですね、ちょっと今からさせていただきます。よく何でもいいよ、頑張らなくてもいいよ、そのままありのまま自分の心に従って好きにすればいいよというようなね、もちろんこれは間違いでないこともあるんですけれども、もし例えばあなたがコーラを飲み続けて、タバコやお酒、ジャンクなものを好きなように食べ続けて、健康に絶対なれますよとは言えませんよね。甘いものを食べ続けて太りませんよ、虫歯に絶対なりませんよとは言い切れませんよね。手放さなくていいですよ、ゴミを捨てなくていいですよ。で、手放さなかったらゴミ屋敷になっていってきれいな部屋にはなりませんよね。心臓の鼓動が3秒だったり5分だったり、そんな不規則だったら人間生きていけませんよね。で、ここで言いたいことは、その宇宙には縦と横の法則が働いているっていうことなんですよね。縦っていうのは情報、知恵、秩序、横というのがつながり、自由、愛っていう部分ですよね。例えば道路で信号機無視していいよいいよ、みんな好きに自由に動いたらいいよだったら、交通事故になって大混乱になってしまいますよね。ということで、この縦と横がバランスを取れているからこそ、うまく宇宙の法則が働いていて、私たちはこの地球という現実世界で自由に動けることができる、そういうように思うんですよね。だからこの縦と横の真理がなくて、みんな好き放題、自由でいいよ、ありのままでいいよという軸になってしまうと、またこれ秩序がなくて混乱の原因になってしまうということなんです。私たちがこの地球で学びに来たのは経験するためなので、もちろんどんな感情、どんな思考、どんな
現実を体験しても、全てはそれはあなたの魂の経験値を上げて学びと気づきにつながるので、何をあなたが選んでももちろん自由なんですけれども、ただ心地いいこと、五感を満足させることだけが自分軸というふうな捉え方になってしまうと、意味を履き違えることもあるので、逆にそれがずれてしまう場合にもなるので、そこは気をつけておいた方がいいかなという、ポイントです。私たちがこの地球での経験や学びを、死んで持って帰れるものはお金でもないし、豪華な家でもないし、この物質世界にあるものはそういう目に見えない世界、霊的な世界、天国には持っていけませんよね。持っていけるのは愛や感謝、喜びのエネルギーだったり、たくさんの笑顔、思い出、そういうものしか死んでから持っていけない、としたらですね、そしてまた死んでから霊界であなたの人生を審査されるとしたら、何が一番重要とされるかというと、霊的ポイントがどれだけあなたが獲得したかということなんですよね。この霊的ポイントっていうのは、お金をどれだけ稼いだとか、そういうことは全く関係なくて、どれだけ人のために役に立って人に喜びを与えることができたか、どれだけ見えない徳を積んだか、どれだけ人や世の中のために親切ができたか、どれだけ自分の霊性を高めることができたか、ここが一番重要な、死んでからですね。死んだことないのでわからないですけれども、いろいろそういう死後の世界とか、うちの母もね、幽体離脱っていうか、一回死んだことがあってって言って、またこの話は別の機会にしたいと思うんですけれども、霊界の世界を見て帰ってきた方の話を聞いたり読んだりしていると、一番、共通していることはですね、死んでから持っていけるものっていうのは、結局そういった愛とか喜びとか感謝とか、どれだけ徳を積んだかとか、世の中のために、どれだけ、幸せになることを提供できたかとか、ここが一番重要な霊界審査のポイントになるわけなんですね。だからこの現実で、成功と呼べることをできたとしても、その人の霊性が高まっていなかったら、どれだけの偉業を成し遂げたとしても霊界では全く評価されないということになってしまうらしいんですね。だからただ自分の欲だけのため、自分の五感、物質的な欲望だけを満たすために時間を費やしていたら、あなたの霊性が枯れてしまって、死んだ時に何も持っていけない、霊界の入国審査に通過できないみたいなことになってしまうので、自分の意識を上げることは、人のために、世の中のために、小さなことでもいいから何か役に立てることはないか、そういうことをですね、毎日の生活の中で実践していくことが、あなたの霊性を高め、自分の意識を高めていくことにつながっていくのではないかと思っております。はい、ということで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。毎月1回ミラスフォのイベント生配信をしていきます。8月はですね19日から、毎月のスケジュールは概要欄にリンクを貼っておきます。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。